はい、皆さん、よろしくお願いいたします。私の顔を見て自動翻訳機つけ始めてる方いるんですけど、日本語で喋るんで安心してください。はい、で今日はですね、AI を活用したパーソナライゼーションについてのお話と、ダイナミックイールドがですね、その活用において、有益なパートナーになぜなり得るのかと、そういった話をしていきます。で後半部分はですね、実際にダイナミックイールドを導入しているですね HP 社の永井さんから生の体験談をお話ししていただく予定ですので、最後まで楽しんでいただけたらなと思っております。じゃあ早速なんですけども、マーケティングチームの皆さん、毎日こういった風景体験してませんかと。いわゆるオンラインオフライン問わずですね、顔を合わせてどんなキャンペーンを打とうかなとか、どんな施策が有益なのかとか、仮説だったり議論を重ねて AB テストみたいなものを行っているかなと思うんですけども、多くのですねこういった人的な作業って今 AI が代わりにやってくれます。でAI といったら皆さんチャット GPT とか、そういったものを思い浮かべるかなと思うんですけども、初めてAI が私たちの業務に取り入れられ始めたのがですね、例えば2018年の、Gmail で文章を自動で予測するという機能とかがありました。でそこからわずか数年で、チャット GPT のようなですね AI 体験が日常的になってきたんですけども、いわゆるそれがあって皆さん AI に対してものすごい大きな期待を寄せてるかなと思います。でこれがグラフでいうと青い部分ですね、皆さんの期待ですが、じゃあ実際に皆さんの業務でこの AI ってどれぐらい活用できてますかという、現実のところはこの緑色のラインなんですけども、結局ものすごいギャップがあるんですね。でいろんな活用方法がある中で、今日は最も相性がいいものをご紹介できればと思っておりまして、それがパーソナライゼーションです。パーソナライズといってもですね、みんな一律に同じ情報を見せるものもあれば、ある程度アルゴリズムによって動くものもあればですね、最もですね最先端のものになると一人一人全く違うものを見せるという、いわゆる、ハイパーパーソナライゼーションというものがございます。でそれを実現する上でもですねいろんなソリューションが世の中にはあるんですけども、特に今日のこのダイナミックイールドはですね、かなり大きな評価を得てまして、例えばガートナー社からでいうと7年連続このパーソナライズではリーダーに選出されたりですとか、事実クラウドっていう、皆さんでいうと IT レビューみたいなところで6年連続リーダーに選ばれたり、またフォレスターというところでもリーダーに選出されたりというふうにしております。そういうこともあってですね、全世界、名だたる企業から導入をしてもらっておりまして、EC 問わず金融業界だったりですとか、あと皆さんから見て右上とかですかね、マクドナルドのようなオフラインでの実店舗で、例えばタッチパネルとかですね、ドライブスルーとかでも、パーソナライズのために活用されております。でこのダイナミックイールドの中でですね、この最先端の AI が大きく分けて4つの分野で動いているんですけども、分析と施策立案、クリエイティブ生成、意思決定、自然言語での会話と、一個ずつちょっと落とし込んで説明していくんですけども、まずこの分析と施策立案のところで、ダイナミックイールドはですね、常時あらゆるデータだったりセグメントを分析してます。でそこから、人間じゃなかなかですね発見できないようなパーソナライゼーションの機械の、立案だけじゃなくて効果まで予測してくれます。例えばここに今出てるんですけども、新しいホームページバナー V1、多分いっぱいバナーがあるんですけど、それを VIP 顧客というセグメントオーディエンスに配信すると、さらに 13% 以上の、コンバージョンを得ることができますよっていうふうなものを提案してくれたりします。で次はクリエイティブ生成なんですけども、多分動画が流れるかなと思うんですけども、クリエイティブのこういう例えばキャッチコピーの生成もそうですけども、クリエイティブの生成自体がこのプラットフォームの中で行えるので、施策の実行にかかってた今までの時間っていうのも大幅に短縮することができます。でこれを活用したのがですね、金融業界の米国最大手のコブランドカードの発行会社シンクロニシャさんなんですけども、右と左で全く違うページになってるんですけども、いわゆるオファー内容とかメッセージとか、キャンペーンみたいなところを完全に個別化することによって、この会社はですね数十億円以上の利益というものを得ておりますと。いわゆる AI って業務の効率化だけじゃなくて、しっかり収益を生み出すということにも活用ができると、こういったお話になっております。でここからがかなり重要なポイントになってきますので、まずですねこの意思決定というところなんですけども、そもそも何を誰にいつ見せるかってもう人間が正直言うと考える仕事じゃないです。これ AI に任せた方が圧倒的に精度が高いんですけども、ちょっとこの仕組み複雑なのでなるべく分かりやすく説明していきます。
でちょっとこういうシチュエーションを思い浮かべてください。僕がとある EC サイトに来て、そこの料理で、とある料理のレシピを見て、その料理を作りたいなと思って、これからそれに必要な食材を買っていきます。ちなみにどんな料理を作ろうとしているか皆さん想像してくださいね。一応ヒントは僕ロシア人というところなんですけど、従来のウェブサイト、EC サイトだとどういうレコメンドになるか。例えば僕の中でレシピ見て、じゃあ料理今作ろうとしてます。牛肉見ました、キャベツ見て、ビーツをカートに入れました。で、本来の例えばレコメンドだと、例えばケールレコメンドしてくるんですけど、これ料理に使いません。赤キャベツ、多分キャベツ見たから違う色もこいつ好きだろうというのでレコメンドしてきます。あとはドレッシングですね。僕は家にめっちゃドレッシングあるんでこれ以上いらないんですけども、結論なんでこういうレコメンドするかっていうとですね、協調フィルタリングといってですね、過去の購買データとかから、確率の高いものを出してくるっていうのが従来のレコメンドなんですけども、はい、ダイナミックイールドの場合は同じシチュエーションでも牛肉見てキャベツ見てビーツ見てここまで一緒なんですけど、例えば人参提案してきます。これ僕料理に必要です。あと皆さん存じ上げないかもしれないですけど、ディル、これロシア料理には欠かせないもので、サワークリーム、こういったものも提案してきます。結論で僕何作りたかったか、ボルシチ作りたかったんですね。で、なんでこういう、このボルシチに必要なレコメンドをしっかりできるかっていうと、多角的な情報だけじゃなくてですね、時間の流れを理解することができるんですね。で、いわゆるこのレシピを見たところからビーツをカートに入れるっていう点の行動に至るまでですね、商品の情報だったり画像だったり僕の会員情報、行動っていう、あらゆるデータを使ってレコメンドするので、過去に同じボルシチを作ろうとした人がいなくても、こういったレコメンドが可能になります。でそれをうまく活用したのがですね、例えばアメリカのメガネの EC サイトグラス USA さんなんですけども、 88% も収益上げてるんですね。でこれメガネです。ほとんど似てる商品にもかかわらず AI であれば微細な情報までですね、理解をしてどの商品を誰に届ければいいかっていうのが分かるので、これだけの収益を上げることができております。で最後、自然言語での会話なんですけども、これは EC サイトにもかかわらずなんですけど、本物の、店員さんがいるかのような体験を実現してくれます。はい、今動画流れてるんですけど、例えばビーチに着ていくドレスを知りたいなと思ったら、自然な言語で問いかけてください。そしたらそれを理解してですね、商品だけじゃなくて何ならコーデもいくつか提案してくれます。ここからもっとこんな色がいいとかこんなドレスがいいっていう会話ももちろん可能なんですけども、一気に方向性変えてですね、彼氏にも服見つけてというようなものを問いかけると、それをしっかり理解して彼氏に合ったビーチに合う全身コーデ、こういったものも提案をしてくれると。これをですねマイケル・コースさんというブランドが取り入れてコンバージョンを 15% から 20% 上げることに成功してまして、今までと違うのが自然な言語で問いかけて明確に提案を受けてそこから選ぶと、こういったことが今後はできるようになってくるという部分になっております。でここまではちょっと私の前半のパートになるんですけども、ここから実際に永井さんからですね生の体験談をお話しいただければと思っておりますけども、じゃあバトンタッチの方よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、お願いいたします。はい、永井と申します。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は以前に日本の日本 HP に所属をしていたんですけれども、今現在場所をシンガポールの HP に移動してシンガポールに在籍をしていて、でそこから HP のオンラインストアのパーソナライゼーションプログラムを担当のグローバルでの担当を行っております。はい、で本日はお時間をいただき、HP でのオンラインストアのパーソナライゼーションにおけるグローバル戦略、そしてダイナミックイールドがもたらす価値について事例を交えてお話をさせていただきたいと思います。はい、まず簡単に HP の会社について簡単にご紹介をさせてください。HP は世界で170以上を超える国と地域で活動するグローバル企業です。で主にコンピューターやプリンター、そして 3D ソリューションなどを開発している企業になります。でビジネスモデルとしては主に販売パートナー経由でビジネスを展開している一方で、現在29カ国におきまして自社でのEC サイトですね hp.com というふうなという名前で展開しておりまして、そちらはグローバルチーム、そしてリージョンチーム、それから各国のカントリーチームとの連携をして運営をしているような状態です。
で HP はダイナミックイールドを導入してから今年で2年目ですね。もともとヨーロッパからスタートをさせてそこから北米に展開し、現在は中南米、日本を含むアジアでも展開していて、グローバルで使っている状態です。はい、ではなぜ HP でパーソナライゼーションが必要なのか。でまず3つ挙げさせていただきたいと思います。1つ目、10以上のサブブランドが展開している。2つ目、多様なペルソナ顧客層に対応する必要がある。3つ目、製品数が多くかつ技術的に複雑なラインナップという構成になっていると。でちょっと具体的に見ていきたいと思います。はい、複数のサブブランドということで、HP という本体ブランドの中にサブブランドシリーズという形で、オムニとかエリート、プロ、Z、オーメンといったもう複数の異なるブランドが10以上存在しています。で私たちのお客様には、個人向けでパソコンを使いたいお客様であったり、ビジネス向けでパソコンを使っていきたいお客様であったり、ゲーミング用であったり、プリンターだけが欲しいといった形でさまざま異なるペルソナがあります。でそして私たちはその HP はその多岐にわたる複雑な製品ラインを持っています。例えば個人のお客様で、次世代 AI を搭載したような AIPC であったりだとか、あとは企業向けにセキュリティや堅牢性を兼ね備えたような製品など異なる製品を持ってますと。でそのためお客様の目的に合わせて最適な製品を簡単に見つけていただけるように、そのパーソナライズした体験をオンライン上で提供するという必要があります。はい、でグローバルパーソナライゼーションの出発点はじゃあどこにあったのかということなんですけれども、私たちのパーソナライゼーションの始まりとしては約4年前にアジアからスタートしたんですけれども、当時は別のツールを使っていたんですが、小規模な小さなテストケースをテストで始めてみて、でパーソナライゼーションを行ったところ、いくつか効果があるなということでこのプログラムを立ち上げました。で初期段階からテストを行い、いくつか成果が見られたことから、徐々に他の地域のリージョンにも取り組みを拡大していって、でその後さまざまなツールだとかユースケースを試していくっていう試行錯誤を何年か繰り返しました。でこれらの初期のテストから、いろんな知見を見たりとか、それからビジネスをもっと伸ばせるという可能性が確信することができたので、本格的にグローバルでパーソナライゼーションのツールを導入しようという賛同を得て、私たちの目的とゴールにあるものはどれかと、そしてまた業界での、ベストインクラスっていうふうに呼んでるんですけども、ツールはどれなのかといったことで、評価や選定を行う中で、結論的にはダイナミックイールドに導入に至ったという背景がありました。で最初にまず意識したことなんですけれども、繰り返しになりますが、やはりユーザーごとに購入したい製品も異なれば、求めてくる情報も異なるというところがまずあります。で次に私たちは顧客を大きく2つのペルソナに分類しました。実は日本 HP のオンラインストアについては、実は個人向けと法人様向けの入り口が、入り口の段階で分かれているので、これ該当しないんですけれども、日本以外の他の HP のオンラインストアは実は個人向けもビジネス向けもオンラインストアの入り口としては一つの同じ入り口で構成されていて、入り口から出口まで一つのものでできていますと。そうすると、個人向けとビジネス向けで訴求するポイントが大きく異なるということに対応する必要があります。例えば、個人向けであれば、送料が無料ですよとか、学生様向けの特価がありますよとか、柔軟な支払いプランがありますよといったところで訴求ポイントがありますが、一方でビジネス向けのお客さんであればバルクで買うためのご相談であったりだとか、専任のアカウントマネージャーのサポートもありますとか、リースのご相談なんかもありますみたいな形で訴求するメッセージが異なってきます。でまた一方、先ほど冒頭でも申し上げたんですけれども、その HP の主力のビジネスモデルというのが、販売パートナーを通じたチャンネルビジネスになります。要はパソコンは別にどこからでもいろんなところのチャンネルで買える中で、その私たちが担当しているその直販としてのオンラインストアが他のそのチャンバイパネルとの差別化を図れるために、パーソナライゼーションが一役買っているというふうに私たちは考えています。でその中で、hp.com のオンラインストアですねの強みである、公式のオンラインストアから買うということから、その製品に関する主要な情報源として、お客様が納得できるような購入判断をサポートすること
またその中でパーソナライゼーションを用いることでその特定のターゲット向けの限定製品を紹介したりだとか、あとはユーザーの関心に基づいた製品紹介を行うことで、なので、提供の価値を最適化するということを目指しています。はい、ではここからは、実際にどのように見えるかということで複数の事例を一つずつ一気にちょっと紹介をさせていただきたいと思います。はい、まず1つ目なんですけれども、ユーザー属性に応じたパーソナライズメッセージです。でこちらは、UK のストアを引っ張ってきたものなんですけれども、ストアの一番トップのページの一番上段のところのヘッダーに当たるところで、ストアワイドに表示をしていて、要は HP の公式ストアで購入することによる、バリュープロポジションをメッセージアウトする場所として使ってるんですけども、そのダイナミックユールを使ってユーザーの属性が個人というふうに分かるか、ビジネスかということで認識できることによって、メッセージを出し分けするといった事例ですね。先ほども申し上げましたけれども、例えば個人というふうに認識ができれば、学生ストアで、最大 40% オフをやってますよとか、全品、送料無料ですよとか、ペイパルクレジットいくらか以上のパウンド以上でご注文であれば36ヶ月間金利が 0% で買えますよといった、個人ユース向けのメッセージアウトをする。一方で法人向けのユースのお客様が来たというふうに認識ができれば、法人向けのご購入のアドバイスはこちらですとか、複数製品のご購入のサポートだとか、リースのご相談はこちらみたいな形でメッセージを出し分けをすることができています。でさらに、属性が判断できた上でユーザーが今度ストア内をブラジングを進めていく上で、今度はユーザーの行動内容が見えてくるようになると、今度はユーザーの関心に即したリアルタイムな訴求もできるようになります。例えばシーズンに応じてよく行われるストアワイドのセールス期間、今だったらサマーセールとか新生活応援キャンペーンとか、あとはブラックフライデーとか、シーズンごとにセールスチームでキャンペーンを行ったりするんですけれども、例えばもうその一人一人のユーザーが今このリアルタイムに例えばプレミアム PC を見ているお客様であれば、サマーセールのプレミアム PC の特価はこちらで、そこに、導入させるランディングページはこちら。一方ゲーミング PC を見ていればゲーミング PC はこちらという形で、そのリアルタイムの関心に合わせてメッセージとその誘導先を変えていくということをやっています。でもう一つ次の事例ですが、サイト内の行動に基づく体験の最適化の事例になります。で HP で、主力の製品であるノートパソコンで、実はノートパソコンだけで500のスキューですね、製品を販売しています。でノートパソコンって皆さんイメージしていただけると分かると思うんですけど、大体どれも横投げ、この目の前にある長方形で大体どれも同じような見た目をしているんですよね。なので直感的にわっとリスティングで並べたところで、私はこれが欲しいみたいなのを直感的に見つけ安い製品とは言えないものだったりします。にもかかわらず、例えば価格が1台3万円台のものから、10倍以上する30万円のものまであったりして、もう全然見た目は同じようなものなのに内容が全然違うみたいなものがありますと。そういった時に例えばノートパソコン製品500以上あっても、商品ページにドンといきなり50台表示してよりも、例えば10台に絞って表示することでユーザーはより簡単かつ迅速に意思決定ができるようになりますと。また製品詳細ページに行った後に今度見た時に、レコメンデーションによってユーザーのより興味に近いモデルを提案したりだとか、あと他のユーザーが閲覧したことのある商品を表示することで、よりスムーズな製品選びっていうのをサポートすることができます。でもう一つナビゲーションに関する最適化の事例の一つなんですけれども、こちらはモバイルの、事例なんですが、例えば商品詳細ページに表示するナビゲーションをユーザーがどの動線から来たかに応じて出し分けるといった事例です。左側は、サイトの前のページなので、つまりリスティングページから来て自分で製品を選んで製品詳細ページに来た場合のメインのナビゲーションで、この製品が自分に合ったモデルかわからないってなった場合に、出すナビゲーションとしては戻るで、戻っていただいてまた一覧から選んでいただくみたいなのが一つのメイン動線としてもともとあったんですけれども、右側で、新たに設けたものが外部から直接製品詳細ページにたどり着いた場合のユーザー向けの動線です。意外と HP では検索で、直接 PDP に来たりだとか、また広告流入などで直接 PDP が一番最初のランディングページとして使われるたどり着くっていうトラフィックがある程度一定数いまして、でその場合には戻るっていうのはあんまり
戻るってどこにっていう話になっちゃうので、似ている製品っていうのをナビに表示させるといった事例になります。ですごくとてもシンプルで小さな施策ではあったんですけれども、実際これによりCTR が 300% 以上向上するといったような効果も見られました。で続いて、製品詳細、一覧ページの並び順をパーソナライズする事例です。これはソーティングオプティマイザーというダイナミックイールドの機能を活用してローンチさせた US の、ストアの事例なんですけれども、先ほど申しました通り、その500以上のラップトップの中からユーザーがどれを選んでいいのかっていうところで、ロストさせないために、ユーザーごとの閲覧履歴だったりとか、またはそのリアルタイムでの興味関心度、それから、一番人気のあるデータというものを組み合わせて並び順をパーソナライズするというものになります。でこれによりカートの追加率が 6% 以上向上していて、現在も今テストを継続して行っているものになります。で次はホームページ上のレコメンドのユーザーですね。で今度は、ユーザーの、購買、ホームページ上のレコメンデーションをユーザーの購買の意欲レベルに応じてアルゴリズムを出し分けるという施策です。でこれも US とヨーロッパで行っている事例なんですけれども、ホームページに来たユーザー全員を3つのグループに出し分けて、どこかに属してもらうと。で購入意欲レベルという形で、応じて最適なそのレコメンデーションのアルゴリズムを出すということで、グループとしては3つでも最終的には一人一人のパーソナライゼーションをしたレコメンデーションを実現するというものになります。例えばもうすでに何か最近 PC を買った場合のお客様であれば、過去の購入履歴に基づいて似たユーザーに人気なアクセサリーを機械学習でクロスセルしてオファーする。一方で購入意欲が高いユーザー、例えば何らかの製品をもうカートに入れている、でもまだ買ってないみたいなお客様には、その、今のリアルタイムな行動で一番関心の高いものをオファーする。一方であまり購入意欲がない、またはまだ私たちがユーザーのデータを把握していないような形では、例えばそのエリアで人気の商品を出すといった形で出し分けをする事例になります。はい、でこれ、すみません、はい、はい、こちらが事例の最後のものなんですけれども、空のカートでも活かせるレコメンデーションという形で、グローバルで展開して最近日本でも導入上始めたものなんですけれども、空のカートページってトラフィック数は劇的に多いわけではないんですけれども、一定数実はあって、たまたま空のカートのアイコンをクリックしたら空に入っちゃいカートにたどり着きましたとか、もともと何か物が入っていてカートページに行ったんですけれども、物を減らしたりだとか削除したら空になりましたみたいな、そういった状態なんですが、もともともうショッピング続けるっていうそれだけのボタンだったんですけれども、そこに最近チェックした商品みたいなレコメンデーションを入れることでエンゲージメントを図るという形で、これも一定数のコンバージョンレートが見込めた効果があった事例の一つになります。はい、でここまで事例を紹介いたしましたが、これが私の最後のスライドになります。で最後に成功のポイントとして3つを挙げさせていただいて終わりとしたいと思います。まず1つ目は、顧客セグメンテーションが、体験の質を決めるということになります。HP ではホームユーザーやビジネスユーザーなどのそのハイレベルなペルソナに基づいて顧客をセグメントすることで、また閲覧行動によって把握できたユーザーの関心に合わせて価値提案とかメッセージを最適化することでよりパーソナライズな体験を実現することができています。で2つ目ですね。2つ目は、最も重要なタッチポイントから始める。で私たちにとっての起点はナビゲーションとそれから製品の絞り込みで、製品一覧ページは選択を絞り、製品詳細ページとか空のカートとかではユーザーが迷いやすい場所でレコメンデーションを活用することで最短で最適な製品を見つけていただくといったところで意思決定をサポートしてスムーズな購入体験を提供するということが2つ目。そして最後が価値を証明できればスケール拡大ができるということで、もともとアジアの小規模のテストから始まったパーソナライゼーションだったんですけれども、ダイナミックイールドの導入を経て今グローバルに展開をしています。で各国のチームから新しいアイデアが積極的に寄せられて、で常に効果測定を行うための多数のテストを複数に走らせています。で効果が見られたものに関してはその施策を拡張して他国にも展開したりだとかもっと改善していくといったことを続けていて、でスピード感のある展開が可能になっていて、引き続きのさらなる拡張を目指しているという形で今行っています。はい、すみません、駆け足になりましたが私からは以上になります。
はい、皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。9月にですね、イベントとかも開催予定ですので、皆さんの手元のチラシとかでも確認いただいたりとか、ブースもありますので、お立ち寄りいただけたらなと思っております。じゃあ、はい、短い間でしたけども、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。